ログイントゥアスミニボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、INI ドミナンスミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあさあ、ミニの皆さん、待望の INI の新しいミュージックビデオが公開されましたね。タイトルがドミナンス。日本語に直訳すると支配っていう意味でしょうかね。世界の音楽シーンを支配するっていう意味でしょうか。INI にはそのぐらいの実力と魅力があるっていうふうに僕は思っています。そしてですね、以前コメントでですね、オープニングトークについて質問があってね、僕返信をしたかなっていうふうにね、ごめんなさい、ちょっとね、曖昧なんですけど、今回の動画で、オープニングトークってどのタイミングで撮ってるんですかみたいな質問の答えをちょっとお話しします。最近はですね、オープニングトークは歌声分析動画を撮り終わった後にですね、撮影しています。理由はですね、オープニングトークの段階で歌声分析の感想を皆さんにお伝えしたいから。これが最大の理由ですね。なんか一回ね、それをやったら、すごくしっくりきたんですよね、僕の中で。あらすじ紹介っていうかね。それで今回もですね、歌声分析をしたんですけど、いや、素晴らしすぎました。メンバー一人一人の歌声の進化が今回はね、めちゃくちゃエグかったですよ。いや、この歌声を手に入れるためには相当練習しないと無理なんだろうなっていう風に感じた部分もあったりでですね、僕はね、ものすごく感動しちゃいました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 INI ドミナンス歌声分析 GO！ タシくんかっこいいね。おいもうね、最初からかっこいい。やっぱ INI のミュージックビデオは出だしのインパクトがえぐいですよね。めちゃくちゃかっこいい。続きいきますよ。いいね。いいね。止めちゃった。INI ラップ担当のタジくん、リヒトさん、そして西くんのところね、ちょっと止めちゃったんで、もう一回ね、西くんの歌い出し前から流したいと思うんですけど、もうこのね、ゴールデンラインですよね。この3人がね、ラップを歌いつないでいくっていうのは。西くんのとこからいきますよ。いいね。出だしはね、A メロの最初はまさやさんなんですね。さらに歌声に磨きがかかったような感じがするんですけど、ミニの皆さんはどう思いますか？すごく声のタッチが軽くなったというか、すごいなんかいい意味で余裕が出てる感じがするんですよね。もう一回聞いてみましょう。ちょっとね、長めに流しますよ。ほらほらほら。すごくこうふわっとした感じが出てますよね。で、以前のまさやさんの歌声はですね、声の太さだったり、男性だとかっこいい声の成分を出す共鳴ポイント。胸腔共鳴っていう部分と、あと言葉の輪郭をクリアにするポイント。口の中の口腔共鳴。この2つが中心の歌声だったんですよ。でも今回のまさやさんはですね、声を滑らかにしたり、メインでね、声の音色をコントロールする鼻の中の空間、鼻腔共鳴、こちらの響きが強いんですよね。今回のまさやさんの声はふわっとした雰囲気もあるし、すごい優しい感じもあるじゃないですか。この辺はね、さっき言った鼻の鼻腔共鳴で作ってるんですよね。いや、これ相当歌鍛えてるぞ、まさやさん。素晴らしいですね。次いきますよ。わ。今回、京介さんがメロラップ歌ってるんですね。いや、これはかっこいいですね。
いつもの美しい歌声とは違って、今回ね、めちゃくちゃかっこいい声をチョイスして、ラップ歌ってると思うんですけど、これどういう風な声の出し方をしてるかというと、まさやさんと対照的にですね、京介さんはいつも鼻の鼻腔共鳴と口の中の口腔共鳴、この2つが中心で歌を歌っているんですけど、今回のラップはですね、胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴がメインの声質をチョイスしてます。そして言葉一つ一つをですね、こう切る感じで歌うテクニック、スタッカート。この使い方がめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。もう全体的にこうね、ガッガッガッってこう止まったようなブレーキ感ありますよね。これがね、スタッカートを使った時に生まれる歌声のパワーなんですよね。いやー、素晴らしすぎますね。次いきますよ。わあわあわあ、西くんも、今回はですね、さっきからテンションが上がってすごいんですけど、西くんいつもラップで使ってる音域よりも、はるかに高い音域で歌ってるんですよね。でも、いつものラップのかっこよさは全く消えてないんですよ。ここに僕はですね、西くんの歌声の進化を感じたんですけど、何が進化したかっていうと、歌の基礎的な部分がですね、はるかにレベルアップしてるんですよ。で、歌の基礎的な部分って何かっていうふうに疑問に思われた方いると思うんですけど、それはですね、息の吸い方と体の使い方、ここなんですね。基本歌では腹式呼吸って言われる息を吸った時にお腹がこうぐっと膨らむような呼吸法をメインで使います。この呼吸でですね、息を吸うことによって歌で使う腹筋にダイレクトに力を入れるっていう体の使い方ができるようになるんですよね。で、それができてくると体にですね、余計な力を入れずに歌を歌うことができます。で、歌っていうのは体に力が入らなければ入らないほどいい声が出せます。もうね、今、西くんその域に到達してます。ものすごいことです、これ。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。声のパワー感だったり、かっこよさはあるけど、声の根本的な雰囲気を聞くと、すごくリラックスしてる雰囲気を感じることができますよね。いや、ものすごい声を手に入れましたね、西くん。次いきますよ。いいね。ジンさん。すごくエッジが効いた西くんの歌フレーズに対して、ジンさんはこう甘くてセクシーな感じですよね。で、この甘さもですね、ジンさんは鼻の鼻腔共鳴で作ってるんですよね。で、声量は結構抑え気味かな。本当に耳元で囁くような雰囲気でレコーディングしたんじゃないかっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。前半はこうゆったり聞かせて、後半はスタッカートを強めに入れることによって歯切れの良さを表現してるっていう感じか。1回目聞いた時にね、全体的にこうふわっとみたいな感じの説明しちゃったかもしれないんですけど、今ね、よく聞いてみたら、前半と後半で歌の雰囲気を分けて歌ってますね。いやー、表現力のバリエーションも上がってますよ、ジンさん。次行きますよ。いいね。今ね、ごめんなさい。今、たけるさんと雄大さん続けて聞いちゃいましたけど、今のポイントもたけるさんは歯切れの良さ。で、雄大さんは雄大さんの声の持ち味である、ちょっとね、こう、かすれたセクシーな感じを表現しているポイントですよね。たけるさんは先ほどから言ってるスタッカートっていうテクニックを使っていて、雄大さんはですね、全体的にフレーズを滑らかに歌うレガートって言われるテクニックを使って歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。雄大さんはレガートっぽく聞こえたんですけど、子音を強く出すことによって、アクセントって言われる強い音を表現してますね。だからか、すごくこうね、滑らかな感じがするんだけど、
歌のね、躍動感が出てるのは子音の強さがポイントになってますね。次いきますよ。いいね。やっぱりね、INI の醍醐味は、ワンフレーズずつ歌いつないでいくスピード感があるポイントがあるっていうことですよね。これをやってるボーカルグループってあんまりいないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。INI ならではかなっていうふうに思います。前半がたくみさんとリヒトさんが歌って、最後はフェンファンさんっていう流れですよね。いや、ここかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、リヒトさんとたくみさんのポイントはですね、オクターブって言われる高いメロディーと同じ音で低いメロディー。この2パートで歌っていますよね。で、オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のド、この音関係をオクターブって言ったり、ドレミファソラシド1個分なので1オクターブって言ったりします。プロのボーカリストの音域で4オクターブとか3オクターブとか言うじゃないですか。これはドレミファソラシド何個分の音域なのかっていう表現ですね。で、話は戻りますけど、今のリヒトさんとたくみさんのポイントは1オクターブのこのオクターブ関係で同じ音を歌ってるっていうフレーズです。じゃあ次いきますよ。いいね。一回ここで止めます。ヒロムさんがものすごい低音を歌ってるっていうのもめっちゃレアじゃないですか。なんか今回 INI のメンバー全員新しいことにチャレンジしてるんじゃないかなっていうふうに思います僕。今までの INI はメンバー一人一人が持っている最強の武器を全員でぶつけるみたいな感じの印象だったんですけど、今回は一人一人の新しい武器を見てくれミニのみんなっていうね、そういった気持ちをね僕は感じちゃうな。めっちゃかっこいいですよね。で、ヒロムさんのポイントなんですけど、音域はめちゃくちゃ低いところを歌っているのに、声はすごいふわっとした感じっていうか、重い感じとか低い感じしないですよね。これどういう風に声出してるかっていうと、声のほとんどをですね、鼻に入れるような感じの発声法を使っています。で、ヒロムさんってもともと鼻の使い方がめちゃくちゃうまいんですよ。で、鼻の使い方が上手い人っていうのは高い声を出すときにすごく綺麗に声を出すことができるんですよね。で、ヒロムさんの声ってものすごく美しいじゃないですか。その鼻の使い方がですね、ヒロムさんの声の美しさを作り上げてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。いや、今回の INI のドミナンス、次にどんな歌声が待ってるんだろうっていう、そういうワクワク感がどんどん膨らんできますね。そしてイントロ聞いた時に思ったんですけど、こういう曲調って懐かしくないですか？デビュー当初ってこういう感じの雰囲気多かったじゃないですか、楽曲の。なんかそういうのも含めてね、僕めちゃくちゃ嬉しいです、今回のドミナンスは。次いきますよ。かっこいい。僕ね、口笛あんまり上手くないんですよね。で、今のダダダダダダラダラ。ここのポイントはですね、ダとダの間にちっちゃいツが入ってるんですね。これ全体的にそういった歌い方を西君してるんですけど、このちっちゃいツって音楽的にどういう役割を持っているかっていうと、休符って言われるものになります。で、休符が入った後の音っていうのは、先ほど雄大さんの時に説明したアクセントって言われる強い音に変わるんですよね。すごく歌詞はシンプル、ダダダダっていう感じなんですけど、躍動感がすごいじゃないですか。これはダとダの間に休符を入れてるからこのニュアンスが出ているんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。最後のタジ君のこのなんかバーンってやつかっこいいですね。で、このバックで鳴っている民族楽器みたいなパーカッションの音も最近 INI の楽曲では聞けてなかったなっていうふうに思うんですよね。
なんか僕の勝手な想像なんですけど、デビュー1年目ぐらいの楽曲の雰囲気をこのタイミングでもう一回リリースして、でもあの頃とは違う魅力を手に入れたんだよっていうメッセージ性とかね、そういうことを思って INI のメンバー歌ってんじゃないかなとか、これはね、さっき言ったように僕が勝手に思ってるだけなんですけど、なんかね、そういう風に思っちゃいますね。勝手に思ってるだけなのにね、めちゃくちゃエモいですね。次いきますよ。えい。なんかタジ君の声もやっぱり進化してますよね。今のタジ君の声ですよね。なんかすごくいい意味で声のタッチがこう軽くなったっていうか、でもその軽さが逆にめちゃくちゃかっこいいんですよね。こうなんか見下してるようなかっこよさっていうかね。タジ君のこのポイントもですね、声量を割とこう抑えて歌ってるかなっていうふうに思います。で、声のほとんどを鼻に入れるみたいな、そんな感じの発声方法かな。もう一回聞いてみましょう。発音もなんかめちゃくちゃ変わってますね。英語の発音はね、もともとめちゃくちゃうまかったと思うんですけど、その英語の発音に日本語の発音も寄せてるような、そんな感じの歌い方かなっていうふうに思います。めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。かっこいいね。このね、ダダダダのこのね、スキャットの部分、めちゃくちゃこう耳に残りますよね。印象的なフレーズっていうか。で、今のポイントは、まさやさんの声かな。もうね、なんかみんな声が変わりすぎてて、間違ってるようなね、そんな気がしてしょうがないんですけど、もし間違えていたらですね、コメントの方で、フォロー解説の方をね、お願いしたいと思います。鶴さん、あそこまさやさんって言ってたけど、本当は誰々だよとかね、そういう風なフォロー、コメントでしていただけると助かります。で、今のポイントはですね、胸と口が中心なんですよね。なので、先ほどまさやさんが使っていた甘いふわっとした声ではなくて、こう、キリッとね、かっこいい感じの声かなっていう風に思います。次いきますよ。かっこいいね。今のたくみさんですよね。やっぱみんな声変わってるね。いやー、どれだけ歌の練習したんでしょうね。ここまで歌声がいい意味で変わるっていうことは、本当にね、想像できないぐらい練習を重ねた証拠なんですよね。歌っていうのは毎日1時間2時間練習すれば1年後歌が上手くなってるっていう保証ってどこにもないんですよね。歌っていうのは練習をしていく中で新しい発見だったり新しい声の出し方、こういう気づきがないと成長だったり進化ってしないんですよ。なのでその新しい発見をするためにプロのボーカリストっていうのは1日4時間、5時間、6時間、7時間とかね、長時間練習をするわけですよ。で、長時間練習をすれば新しい発見をする可能性は上がりますよね。毎日1日1時間練習したとして1年間で365時間ですよね。これが単純に4倍5倍ってなると1500時間とか2000時間とかなるわけじゃないですか。年間トータルで考えるとものすごい歌に向き合っている時間の差が生まれてくるわけですよ。そうなってくると新しい発見の数もですね、何倍何十倍何百倍ってなってくるわけですよね。この新しい発見の数が多ければ多いほど歌っていうのは上手くなるっていうところにつながってくるんですけど、いやー INI のメンバーはですね、僕の想像では1日8時間ぐらい歌と向き合ってるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうぐらいね、声が進化してますよね。で、たくみさんの今のポイントなんですけど、給付の付け方がえぐいですね。今まで素晴らしい声が目立っていましたけど、それにこのかっこいいリズムのアクセントの付け方がプラスされたらもうね、最強なんじゃないかなって思っちゃいます。もう一回聞いてみましょう。低音の出し方もね、めちゃくちゃかっこいいしね。いや、最高ですね。次いきますよ。リヒトさん、なんか声を出す位置がですね、
前と変わったかなっていうふうに思います。前はリヒトさんの声の持ち味である低音のセクシーさ、この辺を前面に出した歌声だったかなっていうふうに思うんですけど、なので僕の中のイメージだとこの辺から声を出しているみたいなイメージなんですけど、それがちょっと上に上がって男らしいセクシーさに爽やかさが上乗せされてきたかなっていうふうに思います。いや、このね、声の雰囲気を変えるって本当にね、緻密な練習が必要なんですよね。さっき言ったね、新しい発見、ここにつながるわけですけど、もう一回聞いてみましょう。なるほどね。鼻の使い方が以前よりもはるかにパワーアップしてるんですね。だから声が爽やかな雰囲気に聞こえたんだ。なるほどね。いや、この表現力のレベルアップ、えぐいですね。今回はね、すごいっていう言葉じゃ足りないから、えぐいっていうね、言葉を多用してるわけですけれども、過去最大級の進化を僕は感じますよ、INI に。次いきますよ。やっぱりタジ君の声がすごくなんか個性あふれる歌声に変わってますよね。で、タジ君もやっぱり鼻の使い方がですね、めちゃくちゃ進化してるんですよね。で、鼻の使い方が進化すると、さっきも言ったように高い声が出しやすくなったりもするんですけど、メインの役割としては音色のコントロールなので、極めるとですね、唯一無二の歌声を作ることも可能なんですよ。タジ君がね、その領域に足を踏み入れてるって感じですよね。もともとすごいセンスの塊だったのに、声質も唯一無二ってなってくると、もうね、史上最強なんじゃないかなっていうふうに思っちゃいます。もう一回聞いてみましょう。で、なんか今回タジ君がすごく幼いですよね。いい意味で。なんか若返ったみたいな。そう思いません？皆さん。髪を染めたからかな。前もこういう色の髪してたと思うんですけど、何が変わったかな？メイクかな。イケメンがね、さらにイケメンになってますね。次いきますよ。西くんのね、声のパワー感たまらないですよね。やっぱりね、腹筋を使えるようになってくると、声のパワー感が増すんですよね。こう、腹式呼吸で息をぐっと吸ってお腹が膨らむじゃないですか。これを腹筋にぐっと力を入れることによって、この腹筋の反動でですね、声をバーンってこう出すことができるんですよね。で、腹筋の力がぐっと強くなればなるほど、口から出ていく息の量も増えるので、強い声が生まれるんですよ。西くんはこの腹筋の使い方がめちゃくちゃ上手くなってますね。もう一回聞いてみましょう。いいね。強い声とですね、やっぱり音のアクセントの付け方がめちゃくちゃうまいので、もうかっこいいっていう言葉がね、すごく似合う歌のフレーズかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。やっぱ力強い西くんの歌の後に、雄大さんの、今のポイントはって話ですけど、いい意味でこう無機質な感情の歌声っていうかね。僕はね、こういうポイントにね、歌の美学を感じるんですよね。無機質に歌うからこそ、聞き手側の想像をかき立てるんですよ。悲しい気持ちで歌ってんのかなとか、冷静さを表現してんのかなとか。でも冷静さの中にある激しい炎まで表現してるのかなとか、そういう風にね、どんどん想像しちゃうんですよね、歌い手の感情を。いやー、雄大さんのね、素晴らしいポイントだと思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいわ。これはかっこいいですね。次いきますよ。いいね。今フェンファンさんですよね。今フェンファンさんすごい器用な声の使い方をしていたんですけど、ラララーみたいな。わかりましたか皆さん今の。高い音域はふわっと、低い音域は重い感じっていう風に、
音域によって声質を分けて歌ったんですよね。これはですね、声の自然な流れをそのまま歌で表現しているポイントです。声っていうのは高い音は上に軽く、低い声は下に重くっていう風になります。例えば高い声、あー、低い声、あーっていう風になるじゃないですか。これは自然と高い声の方向がですね、声を出す方向のことです。出す方向がですね、上に行って低い声っていうのはこう下に向かって出すみたいな意識が働くんですよね。でもフェンファンさんっていつも高い声も低い声も同じ方向に向かって声を出すんですよ。例えば、あーと、あーみたいな。これをすると高い声も低い声も声質があまり変化しないっていう風なところにつながってくるんですけど、今回はあえて声の自然な雰囲気を表現してますね。普段やらない意識で声を出して歌うっていうのはすごくね、難しいことなんですけど、そこに挑戦するフェンファンさん素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。いい。低いところで声の重い雰囲気を表現してちょっと怪しいミステリアスな表現をしたかったのかなっていうふうにも思いますね、僕は。メロディーの雰囲気もね、ちょっとミステリアスな感じなので、そこに声を合わせに行ったのかな。まあこれはね、僕の想像なので、真実かどうかはね、わからないんですけど、そんな気がします。次行きますよ。いや、ここでジンさんがですね、めちゃくちゃ男らしいかっこいい声をチョイスして歌ってるんですよ。で、子音も強く出してるし、休符もしっかり決めてるので、躍動感が半端ないですよね。いやー、これはかっこいい。もう一回聞いてみましょう。もう勝手にね、体が動いちゃいますもんね。もう躍動感がすごすぎて。で、この声をチョイスしたのは、ちょっとこう悪そうな感じの雰囲気を表現したかったのかな。サビの出だしの表情とかすごい睨んでる感じでしたもんね。そういうね、怒ってるような感情を表現したかったんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。やっぱりリヒトさんの声がすごくこうふわっとね、ソフトなタッチになってますよね。でも前のエッジの効いたこう鋭い感じが消えたかって言ったらそうでもなくて、前のそのかっこいい部分っていうのはそのまま残ってるんですよ。そのかっこいいものの表面をですね、こう優しくオブラートみたいなもので包んでいるみたいな。伝わるかなこれ。かっこいい歌声なのにすごく聞きやすくなってるんですよね。いやー素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。でも狙ってこういう声だったり歌い方にしてんのかな。子音の発音の仕方は若干抑えめにしてるんですよね。リヒトさんのいつもの声と比べると。もしかすると前半のジンさんがすごく子音を強く出したので、その後のゆったりと落ち着ける雰囲気を作るためにリヒトさんがあえてこういう感じで歌ってるのかもしれないですね。もしそうだとしたらね、ものすごいチームワークの良さを感じます。次いきますよ。いや、この声質やばいですね、たけるさん。すごくミステリアスな声ですよね。声を聞いただけで、喜怒哀楽以外の雰囲気を感じるってものすごいことだと思うんですよ、僕は。人間の表現する感情にはない部分ですからね。いや、さすがですね、たけるさん。で、僕が想像するに多分、歌詞はダダダダなんですけど、母音をおに近い感じで歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。ドドドドみたいな、ドドドドに近い感じっていうかね。で、多分、下顎をこう、下にこう下げるような感じの口で歌うとなんかそんな雰囲気になるかな。ドド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 ドみたいな。もう一回聞いてみましょう。なんかよく聞くと、だなんだけど、ドに近いようなだっていう風に聞こえませんか？多分ね、そういう風な発音で歌ってるんだと思うんですよね。
それがこのミステリアスな雰囲気の声につながってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。いや、すごいいい声ですね。なんかね、やっぱり鼻腔共鳴の響きがプラスされたことによって歌声がいい意味で無邪気な感じに聞こえますよね。ここがね、なんか可愛さを感じたりとか親近感を感じる雰囲気になってんじゃないかなっていう風に僕は思います。ちょっとテンション上がっちゃって早口になって聞き取りにくい言葉があったらすいません。もう一回聞いてみましょう。いいね。すごくいいね。さすが INI だね。次いきますよ。いいね。いつものね、京介さん節が来ましたね。いつもの京介さん節なんですけど、なんか声の透明感がものすごくないですか？ばーね、迷いなんて、みたいな。いや、できないな、僕は。おそらく、全体的に声を後ろに引くようなイメージで、まずこれが一つのイメージです。プラス、声を鼻に入れる前に出すイメージ。この二つのイメージを使って歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。前だけだと、ばーねーなりますし、後ろだけだと、ばーねーこんな感じになる。声の張り感がなくなるんですよね。優しさは出ますけど。でも、前と後ろで、ばーねーこういう風に声の張り感もある程度ありつつ柔らかい感じの声になるんですよね。このね、二つのイメージを持って歌うって結構難しいんですけど、京介さんだったら何のそのですよねっていう風に思っちゃうぐらい影でものすごい練習をしてると思いますよ、京介さん。僕はね、努力の男だと思ってるので、ものすごい練習してると思います、普段から。次いきますよ。メインボーカルの2人が歌いつないでいくんですね。で、今、京介さんの声を聞いたら、うっすら声に息の音が混ざってるウィスパーボイス。これを使ってましたね。これも声がふわっと聞こえる理由の一つかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。そうですね。ラララララララみたいな、うっすらですけど、息の音が混ざってますね。いや、素晴らしいですね。じゃあ次、ヒロムさんのパート行ってみましょう。やっぱこの高音がね、張りのある感じと、中性的な雰囲気、もう最高の声質ですよね。で、京介さんがこうね、ふわっと優しく歌って、そこからヒロムさんにパートチェンジしたことによって、こう一気にね、こうパワーでこう盛り上げていくみたいなね、このクレッシェンドっていうんですけど、徐々にこう音量を上げてね、盛り上げていくことを。このクレッシェンド感がね、最高にかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、最初の、誰も、たどり、ここの、ここのね、息をこう投げ捨てるような感じがすごく切なくてかっこいいですよね。前半で切なさを出して、後半で感情大爆発みたいなね、この流れ最高にかっこいい。次いきますよ。で、今のところはフェンファンさんがワンフレーズ、タクミさんがワンフレーズみたいな感じか。で、今のフェンファンさんはいつものフェンファンさんの声をチョイスして歌ったかなっていうふうに思うんですけど、その後のタクミさんの声がね、やっぱりすごくたくましくなってますよね。この理由としては、胸のですね、胸腔共鳴の響きをメインで使ってるんですよね。この動画の解説部分の最初の方に説明したと思うんですけど、胸の響きっていうのは、男らしさを出すための共鳴ポイント、声を響かせるポイントでもあるので、やっぱり胸の声の響きが増えれば増えるほど男らしい感じの声になってきます。もう一回聞いてみましょう。そうですね。で、フェンファンさんは口と鼻でこう
ふわっとした雰囲気を出して、匠さんは胸の響きをメインで使って男らしさで、全体的にスタッカートを使ってるので、すごくこうね、躍動感が出てる感じありますよね。次いきますよ。ここで全員で歌うパートが来るんですね。やっぱりね、全員で歌うパートって声の音圧がめちゃくちゃ上がるので、一気にテンション上がりますよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。最後のね、大サビに突入するかと思ったら、これね、ブリッジみたいなね、一つの見せ場があって、で、最後に大サビに行くのかな。次行きますよ。食べちゃった。今ね、ブレイクだったのか。なるほどね。ここでなんか、音がピタッと止まったので、なんかね、もう反応的に、僕もね、ミュージックビデオの方止めちゃいました。ごめんなさい。ブレイク手前から行きましょう。やっぱタジ君、発音の仕方を大幅に変えたんだと思いました、今。冷静に今のサビの前のタジ君パートの声の雰囲気を思い出してみると、やっぱりね、言葉の発音の仕方がすごく特徴的だなっていうふうに思って、いや、僕ね、それね、大正解だと思います。めっちゃなんかタジ君って感じの歌になってますよね。もう一回聞いてみましょう。みたいな感じですよね。だじゃなくてもう完璧ドって言ってる感じですよね。で、口を多分前にこう突き出すような感じで歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。歌ってるっていうか、レコーディングしたんじゃないかなって思います。みたいな。ニュアンスこんな感じじゃないですか。多分ね、こういうことだと思うんですよね。次いきますよ。今のまさやさんの声は以前から使ってる声をチョイスして歌ったかなっていうふうに思います。胸と口中心っていうか、口が中心なんですよね。だからすごく普段話してる時の声のニュアンスが全面的に出てるっていうかね、もともと持ってる声の魅力が出ている声質っていうか。もう一回聞いてみましょう。なんか温かみがありますよね。いつものね、まさやさんの優しさがこうにじみ出てる声というか。次いきますよ。セクシーさをアピールしたたけるさん。やっぱりね、たけるさんのこのミステリアスな感じの声質好きだな。多分ね、顔も無表情でレコーディングしたんだと思うんですよ。だから声を聞いて、喜怒哀楽っていうね、どの感情にも該当しない声っていうかね、むしろね、その喜怒哀楽に該当しない声を出すって僕はね、すごく難しいと思うんですよね。やっぱり人間なので、どこかしらには該当する声になると思うんですけど、僕が聞いた感じね、どこにも該当しないめちゃくちゃレアな声ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。やっぱりね。さすがです。次いきますよ。またね、京介さん、普段とは違う声チョイスだと思うんですけど、普段歌ってる音域よりもはるかに低い音域を歌ってるっていうことも理由の一つかなというふうには思うんですよね。ただ、僕が知ってる前の京介さんの声だったら、ここまで男らしくはならないと思うんですよね。なぜかというと、京介さんの声の中心は以前は鼻中心だったんですよね。だから低い音域でも鼻中心にしてるので、すごく声は優しいし、聞きやすいんだけど、たくましい男らしさがある声かって言われたら、そこには該当しないかなっていうふうに思うんですよ。これ悪いふうに言ってるってことではなくて、どの音域を聞いても、ものすごく美しい声で歌っていた京介さんが以前の僕の京介さんに対する声の、イメージっていうかね。でも、今回はですね、この低い音域で鼻も使ってるんですけど、同じぐらい胸の響きも使ってるんですよ。だから声の響きコントロールも以前よりも
体全体を使うようになってきたっていうかね、前の京介さんでさえもう天才的だなっていうふうに思っていたんですけど、そのね、努力する天才にはやっぱり誰も勝てないですよね。どんどん進化してますから。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。やっぱりね、京介さんは最高ですね。次行きますよ。リヒトさん、発音がかっこいいね。ダーなんだけど、なんか J の発音も混ざってるような子音を使ってるっていうか、じゃ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 みたいな感じに聞こえません？これがね、かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、バックのね、このダークな感じと、稲光が光ってるシーンね、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。今のところはタジ君ですか？でも全体で歌っていて、タジ君の声にフォーカスが向いてるって感じかな。なんかさっきまでの個性的なシーンの使い方がここで一回解除されてるような、なんかそんな感じがしました。もう一回聞いてみましょう。なんかそんな感じがするな。なんか全体に歌ってるっていう感じなのかな。詳しいミーの方、ぜひね、コメントで教えていただけたらなというふうに思います。次いきますよ。あ、いいね。たくみさんがメインで歌ってる上で、ひろむさんがこうフェイクをしてるシーンでしたね。やっぱりね、これがないとね、INI っていう感じがしないなっていうふうにね、僕個人的に思います。もう一回聞いてみましょう。いや、みんなね、サビで低音を歌ってるじゃないですか。やっぱりね、この低音を歌うからこそ胸の響きってすごく必要になるんですよ。それで今回、もしかすると INI のメンバーはいろんな響きのポイントをですね、鍛えるために、今まで以上にボイトレとかやったのかな？なんかそれだと、今回のね、歌声の全体の進化がね、僕の中では説明がつくなっていうふうに思って、やっぱりね、基礎的な部分のレベルが上がるとですね、全体的に歌のレベルがですね、こうガンと1ランクも2ランクも上がるんですよね。やっぱり土台がしっかりすると、今まで持っていたテクニックもさらにレベルアップするっていうか、なんかね、そんな気がしますね。次いきますよ。おい。なるほどね。カットアウトで終わるのか。で、最後、西くんね。やっぱ西くんの声のパワー感があって、最後、スパッとね、こう終わるっていう終わり方かっこいいですね。あと8秒あるんで、ちょっと見ていきますよ。ガッツポーズかっこいい。ダミナンス。いやー、最高でしたね。以上、INI ドミナンス歌声分析はここで終了です。いやー、どえらいのが来ましたね。さすが INI っていう感じだったんですけど、歌声分析中にも何度か言ったと思うんですけど、やっぱりね、こう結成してから1年ぐらいの楽曲の雰囲気をですね、僕は今回のドミナンスでは感じて、ただ INI のメンバーの歌声はですね、デビュー当時と比べてはるかに進化しているので、同じニュアンスの楽曲を歌ったとしても全然世界観が違いますよね。僕はね、そこにね、めちゃくちゃ感動しちゃいました。で、やっぱりね、僕の中では今回のドミナンスみたいな曲の雰囲気が INI らしいかなっていう風に思うんですよね。なんかね、ボンバルダとかその辺の雰囲気をちょっとね、感じるというか、キャッチーな楽曲もすごく好きなんですけど、やっぱりこういうね、中毒性のある、聴けば聴くほど魅力が感じ取れるようなね、スルメ曲っていうか、そういうところに INI らしさを感じるかなっていうふうに思います。いやー、今回のね、ドミナンス全てにおいて僕はね、聴いていてね、嬉しくなっちゃいました。多分同じように思ってるミーの方もね、いると思うんですけど、いやー、感動しちゃいましたね。これからも INI 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。